皆さんこんにちは。卓球ファンの皆さんなら最近 WTT という言葉を耳にしない日はありませんよね。テレビやネットで流れる華やかな演出、高い賞金、および刻一刻と変わる世界ランキング。でも、これまでの大会と何が違うのと疑問に思っている方も多いはずです。ナビゲーターの美咲です。本日もよろしくお願いします。解説のケンジです。よろしくお願いします。美咲さん、今の卓球界は実は歴史上類を見ないほどの大変活気にあるんですよ。今回のベースにするのは、現代卓球における国際大会体系の構造与変遷とガバナンスの深層分析というレポートです。かつて国際卓球連盟 ITTF が直接管理していた時代から、2021年のワールドテーブルテニス WTT 創設をきっかけに、スポーツビジネスとしてのエンターテインメント性を極限まで高めた新時代へと移行しました。この2021年の転換は単なる組織の改変ではなく、卓球という競技を稼げるグローバルスポーツへと再定義する、まさにコペルニクス的展開だったと言えます。2021年といえばつい最近の話ですね。でも単に名前が変わっただけではないんですよね。その通りです。大会の名称だけでなく、ランキングの計算方法、選手の出場資格、さらには賞金の仕組みまで、競技の根幹が丸ごと作り変えられたんです。これによって卓球はテニスや F1 のような世界を転戦する華やかなプロスポーツへの脱皮を図りました。しかしその一方で移動距離の増大や試合数の増加により、選手たちには想像を絶する過酷な負担がのしかかっているという側面もあります。華やかなステージの裏側に隠されたプロツアーの過酷な真実。今回の議論ではオリンピック、世界選手権、ワールドカップ及び WTT、これらすべての大会のつながりと2025年から2026年にかけても最新ルールまで具体的なデータに基づいて解明していきます。これを聞けば世界ランキングの数字一つ一つに込められた選手の血と汗が見えてくるはずです。それではまずは全体像を把握するためのエグゼクティブサマリーからスタートしましょう。さて、まずは今回のレポートが示す現代卓球の地図を俯瞰してみたいと思います。大会が多すぎてどれが一番重要なのか分かりにくいという声も聞きますが、どう整理すればいいでしょうか。基本となるのは三大大会、三大タイトルの定義です。オリンピック、世界選手権及び再定義されたワールドカップ。これらが歴史と権威の頂点に君臨しています。そこに現代のプロ活動の軸となる WTT シリーズがピラミッド構造で組み合わされているのが現在の姿です。これらがパズルのように組み合わさり、1年間のツアーカレンダーを形成しています。WTT にはグランドスマッシュとかチャンピオンズとかいろいろありますよね。はい、レポートが示す WTT のヒエラルキーでは、優勝ポイント2000を誇るグランドスマッシュを頂点に、ファイナルズ1500ポイント、チャンピオンズ1000と継ぐていきます。2025年からは特に賞金総額が引き上げられ、例えばグランドスマッシュの最小賞金総額は155万ドル、日本円で約2億3000万円という巨額なものになっています。この高額賞金の設定により、トップ選手の獲得賞金はテニスに近い水準まで引き上げられつつあります。それは夢がありますね。でもルールもかなり複雑になっているとか。2025年の最新改定では、これまで義務付けられていた特定大会への強制出場ルールが一部緩和されたり、逆にオリンピック金メダリストを保護するためのゴールデンチケット制度が導入されたりと、選手のウェルビーイング、健康維持と商業的価値の両立が模索されています。また、2026年からは世界ランキングの更新日が火曜日から毎週月曜日に変更されるといった非常に細かい、しかしファンにとっては重要な変更も予定されています。今回のレポートでは、これらの変更がなぜ行われたのか、その背後にあるガバナンスの意図まで踏み込んで分析しています。それではいよいよ最高峰の舞台、オリンピックの最新動向から深掘りしていきましょう。やはり卓球選手にとって最大の目標はオリンピックですよね。4年に一度の祭典としての重みは、WTT がいくら賞金を上げても揺るがない気がします。おっしゃる通りです。1988年のソウル大会で正式競技になって以来、オリンピックは最高の威信を保ち続けています。そして2028年のロサンゼルスオリンピック LA28 において、卓球界は歴史上かつてない規模の変革を迎えることが決定しました。種目が増えるという話ですよね。はい、IOC の承認により、新たに混合団体ミックスティームが正式種目として採用されます。これにより、卓球の金メダルは合計6個となり、これはオリンピック史上最多です。これまでのシングルス、ダブルス、単体、混合ダブルスに、さらに国全体の総合力が試される混合団体が加わるわけです。この変更により、ナショナルチームの編成戦略は根本から見直しを迫られています。混合団体、男女が力を合わせる新しい形ですね。これどういう目的があるんでしょうか。大きな目的は、ジェンダー平等の推進と戦略性の向上です。
後でお話しする混合団体ワールドカップでの成功がプロトタイプ原型になっていて、男女のトップ選手をどう配置するかという監督の采配がこれまで以上に重要になります。単にエースを集めるだけでなく、男女間の戦術的補完性が問われるようになるんです。参加できる人数も決まっているんですよね。はい。ITTF スタチュース2025-2026に基づき、一つの国 NOC から出場できるのは最大でも男女各3名、計6名までと厳格に制限されています。これは特定の強豪国、つまり中国などがメダルを独占するのを防ぎ、国際的な競争の多様性を守るための工夫でもあるんです。86名ずつの総出場枠をめぐって、大陸予選や世界ランキングでの熾烈なポイント争いが今この瞬間も続いています。LA28 への道は実はもう始まっているんですよ。オリンピックが最高の舞台なら、世界選手権は卓球界の歴史そのものという感じでしょうか。まさに。世界選手権は1926年にロンドンで第1回が開催されて以来、100年の歴史を持つ世界最古の権威ある大会です。現在のルールでは、奇数年に個人戦、シングルス、ダブルス、偶数年に団体戦を開催するサイクルが定着しています。2026年は特別な年になるんですよね。はい。2026年は第1回大会からちょうど100周年にあたる記念すべきセンテナリー100周年大会として発祥の地であるロンドンで開催されます。ITTF はこの大会を史上最大規模に拡張することを決定しており、これまでの40チーム規模から男女各64チームが参加する壮大なフォーマットへと変更されます。64チーム。それは世界中から選手が集まってお祭りのようになりそうですね。単なるお祭りではなく、競技ステージも非常に階層化されています。下位シードの56チームが予選を戦うステージ 1B や上位シードの8チームが順位を決めるステージ 1A など、非常に複雑かつ合理的な仕組みで進められます。特にステージ 1B ではまだ実力の及ばない途上国の選手たちが世界最高峰の空気感を肌で感じる重要な機会となっています。白井方式自体も ABCXYZ と呼ばれる3名によるシングルス5本勝負が基本ですが、予選システムは5大陸選手権での成績や2025年11月時点の世界ランキングが基準になります。伝統を守りながらもより多くの国に門戸を広げる100年目のロンドンでどんなドラマが生まれるのか、ファンとしては2025年のドーハ個人戦も含め目が離せませんね。レポートの中でワールドカップの復活についても詳しく触れられています。一時期 WTT に統合されてなくなったのかと思っていました。そう思われても仕方ないですね。2020年を最後に一時休止状態にありましたが、2023年に男女混合団体という全く新しいコンセプトで中国のセドにおいて劇的な復活を遂げました。これが現代卓球における最もエキサイティングでかつ革命的なフォーマットなんです。この成功が前述の LA28 での混合団体採用を強力に後押ししたと言われています。具体的にこれまでの団体戦と何が違うんですか？最大の特徴は8ゲーム先取制という独自のルールです。一つの団体戦は混合ダブルスから始まり、女子シングルス、男子シングルスという順で進みますが、各試合は必ず3ゲーム行われるんです。2ゲーム取っても終わらないんですね。そうです。1ゲームも無駄にできない。チーム全体の獲得ゲーム数の累計で勝敗が決まるので、たとえマッチに負けても1ゲームをもぎ取ることがチームの勝利に直接貢献する。これが従来の誰かが勝てばいいという団体戦を、よりチームの一体感が試される競技へと快感です。一人の天才が勝つだけでは不十分で、チーム全体の平均点の高さが求められるわけですね。選手の出場制限もあるんですよね。はい。混合ダブルスに出た選手はその後のシングルスには出られないといった重複出場制限があります。つまりエース一人だけが強くても勝てない。チーム全体の層の厚さが残酷なまでに試されます。これが LA28 オリンピックのプロトタイプとなっているわけですから、各国の強化担当者はこのセド大会のデータを血間になって分析しているんですよ。また2024年からは個人戦のワールドカップも再開され、こちらはグループリーグで4ゲーム制というまた別の独特な緊張感を提供しています。さあ、ここからは現代のプレイヤーたちの主戦場 WTT について深掘りしていきましょう。テニスのツアーみたいにいろんなレベルの大会があるんですよね。その通りです。WTT はスポーツビジネスとしての卓球を確立するために明確な大会ピラミッドを構築しました。選手のレベルと獲得ポイント及び賞金額が完全な階層構造になっているのが特徴です。一番上のグランドスマッシュはテニスでいうグランドスラムですよね。はい。年間最大4大会、優勝ポイントは2000ポイント。ここでの勝利は世界ランキングを決定づけます。その下に位置するのが WTT ファイナルズ1500ポイント及び
男女上位32名のみが招待される WTT チャンピオンズ1000ポイントです。チャンピオンズは年間6大会に拡大される予定で、まさにトップスターだけが競い合うエリートショーケースとなっています。ここでは1回戦から決勝レベルの対戦が続く非常に密度の濃い大会になります。その下のスターコンテンダーやコンテンダーはどんな役割なんですか？これらは中堅選手や若手選手にとってランキングを駆け上がるための視線上です。特に下位ランカーの登竜門とされる WTT フィーダーは2025年から賞金総額が 34% も増額され、若手選手がプロ活動を継続しやすくするための支援体制が強化されています。この賞金増額はプロ卓球界の裾野を広げるための重要な一手とされています。賞金が増えるのは嬉しいですね。実力を出し切れば報われる仕組みですね。でも、誰でもどの大会にも出られるわけではないんですよね。ここが WTT の巧妙なところで、PDR、下位大会出場制限というルールがあります。世界ランキングトップ20位以内の選手は、コンテンダーなどの下位大会に出られる人数が制限されているんです。これによって、大位大会の質を保ちつつ、下位大会で若手選手がポイントを稼ぐチャンスを守っています。2025年からはこの PDR も緩和される予定で、大会の競争レベルはさらに上がると予測されています。 WTTF のルールって毎年少しずつ変わっていきますよね。2025年の改定で特に注目すべき点はどこでしょうか？レポートで非常に強調されているのはトップ選手たちの権利と保護のバランスです。最も大きな変更は、これまでグランドスマッシュ大会などに課せられていた義務的出場ルール、マンダトリーパーティシペーションの撤廃です。無理に出ろとは言わなくなったんですね。はい、これまでは怪我をしていてもランキングを守るために強行出場せざるを得ないケースがありましたが、2025年からは選手のコンディションを優先した柔軟な運用が可能になります。その一方で、スーパースターの価値を守るためのゴールデンチケット制度が新設されました。ゴールデンチケット、なんだか映画みたいで豪華な響きですね。オリンピック金メダリストには4年間にわたって全ての主要大会、グランドスマッシュ、チャンピオンズへの出場権を自動的に付与するという、まさに王者の特権です。これで、たとえ怪我がで一時的にランキングが落ちても、復帰後すぐに最高峰の舞台に戻れるようになります。また、特定のスター選手に依存する大会運営の安定性も高まります。それなら選手も安心して療養できますね。さらに、WTT ファイナルズにおける混合ダブルスの追加も大きなニュースです。LA28 オリンピックの種目増を見据えて、プロツアーでも混合ダブルスのステータスを一気に引き上げようとする意図が明確に見えます。このように WTTF のルール変更は常に4年後のオリンピックをゴールに見据えて、パズルのピースをはめていくように進められているんです。卓球ファンにとって一喜一憂するのが世界ランキングの発表ですよね。これまでの火曜日更新から2026年には月曜日に変わるというのも何か理由があるんですか？はい。ITTF の最新のランキングパブリケーションノーツによれば、2026年から毎週月曜日8時 UTC 協定世界時の更新へとシフトします。これは週明けのメディア露出を最大化し、同週に始まる大会へのシード順位をより速やかに確定させるための商業的な狙いがあります。また、選手の移動スケジュール管理の利便性向上も意図されています。ランキングの計算方法自体も変わるという話をレポートで見ました。ここが今回のレポートの最もマニアックで重要な指摘です。2026年シーズンから導入される 65% 減少ルールに注目してください。これまでは1回勝つごとにポイントが約 50% ずつ減っていく階段状の配分でしたが、これを中間ラウンドでさらに手厚くするように調整します。どういうことですか？一言で言えば、まぐれの大金飯一発でランキングを維持し続けることを難しくする仕組みです。常に上位に勝ち進む安定した強さを持つ選手が正当に評価されるように計算式が書き換えられます。今のポイント構成は直近1年間のうち獲得ポイントが高い上位8大会の合計点で算出されますが、この8枠に何を入れるかの駆け引きがより熾烈になります。まるでカードゲームのデッキ構築みたいですね。どの大会に出てどのポイントを残すか。まさに戦略です。選手の実力だけでなく、マネジメントチームがいかに効率よくポイントを拾い集めるかという情報戦の側面がこれからのランキング争いの鍵を握ります。ファンとしても、ただ順位を見るだけでなく、どの大会のポイントがいつ消えるのかを把握しておくと、観戦の深みが全く変わってきますよ。さて、ここからは今回のレポートのサブタイトルにもあるメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない真実という少しシビアな話題に切り込んでいきたいと思います。華やかな WTT の裏側で選手たちがランキングの人質になっているという表現がありました。これは現場の選手たちの切実な叫びです。WTT は年間を通じて世界各地で休みなく開催されますが、トップ選手にとってランキングを下げることは死を意味します。
なぜならランキングが下がれば上位大会に出られなくなり、シード権を失い、さらにはスポンサー契約料まで減額されてしまうからです。だから無理をしてでも続けなきゃいけない。レポートの分析によれば、選手たちは13時間を超える長距離飛行や激しい時差ボケを伴う移動を毎週のように繰り返しています。しかも大会ごとにボールやテーブルのメーカー、照明の明るさ、湿度がバラバラ。これに適応し続けるだけで肉体はボロボロになります。さらに練習時間の確保すら困難になるという悪循環も指摘されています。棄権すればいいじゃないと思っちゃいますけど。そこが人質と言われるゆえんです。正当な理由なく大会を棄権すれば、ペナルティとしてランキングポイントをマイナスされたり、高額な罰金を課せられたりする仕組みがあります。ベテラン勢が卓球の発展を喜ぶ陰で、現役のトップ層は常に故障のリスクと精神的な燃え尽き症候群の瀬戸際で戦っているのが2025年現在の偽らざる実態なんです。私たちはその極限状態でのプレーをエンターテインメントとして消費しているわけですね。この事実を知ると、一点一点を必死に追う選手の姿がより重みを持って感じられます。WTT になって賞金が増えたというお話でしたが、レポートにはWTT の賞金だけで生計を立てられる選手は事実上ゼロに近いという衝撃的な一文があります。これ本当なんですか？残念ながらこれがプロ卓球界の経済的な現実です。確かにトップのグランドスマッシュで優勝すれば大きな額が入りますが、そんなことができるのは世界でほんの数人です。中堅以下の選手はどうしているんですか？多くの選手は自分の遠征費、宿泊費およびコーチやトレーナーの代動費用をすべて自前で工面しています。下位のフィーダー大会や1回戦負けが続けば、賞金よりも出費の方が圧倒的に多くなる、出れば出るほど赤字という状態なんです。ITTF が支給する一部の補助金も、この膨大なコストをカバーするには程遠いのが現状です。じゃあ彼らの本当の収入源はどこにあるんでしょう？今なお多くのプロ選手の生活を支えているのは、ドイツのブンデスリーガや日本の T リーガといったプロリーグからの給与なんです。あとはメーカーとの個人的なスポンサー契約ですね。WTT はあくまでステータスを稼ぎ、スポンサー価値を高めるための舞台であり、大会単体での採算は取れていない選手がほとんどです。プロスポーツとしての形は整ってきたけれど、経済的なサイクルはまだ発展途上ということですね。はい。メーカーや連盟が卓球市場は拡大していると宣伝する一方で、一人のアスリートとして卓球だけで家族を養うことがどれだけ困難なことか、この経済的な構造の歪みを理解しておくことは、今後の卓球界の持続可能性を考える上で避けては通れないテーマです。先ほど話題に出たロサンゼルスオリンピックでの混合団体の採用。これが実は各国の強化戦略を根底から覆そうとしているとか、その通りです。これまでの強化は基本的に男子チームと女子チームで分かれていましたよね。練習環境もスタッフも別々が普通でした。しかし、混合ダブルスから始まり、男女が入り混じって戦う団体戦がオリンピックのメダル種目になることで、この壁を取り払う必要が出てきました。男女が一緒に練習するようになるということですか？はい、レポートではこれを統合型強化、インテグレイテッドハイパフォーマンスへのシフトと呼んでいます。特に混合ダブルスのスペシャリストをどう育成するかがメダルの色を左右します。男子のパワーに女子がどう対応するか、逆に女子の繊細な技術を男子がどう生かすか、練習の質そのものが変わり始めています。物理的な練習拠点の共有化や男女混合の戦術アナリストの配置など、組織構造そのものが変化しているんです。これってどの国に有利に働くんでしょう？短期的にはもちろん層の厚い中国です。でもレポートが指摘する面白い視点は、ジャイアントキリング、大金獅子の可能性です。混合団体は非常に特殊なルール、例えば8ゲーム選手などの形式が取られるため、特定の強力なペア、例えば日本が誇るような世界屈指の混合ダブルスペアが流れを作れば、一気に中国を飲み込むチャンスも生まれます。東京五輪の美馬順ペアの時のように、まさに混合団体の導入は卓球を個人の戦いから 120% のチーム戦へと変貌させました。2025年、2026年のワールドカップは、この統合型強化の成果を確認するための最高のテストケースになるでしょう。各国のベンチ裏で行われている男女共同の研究、これが LA28 の勝敗を分ける決定打になるんです。ここで少し組織の話、ITTF と国際卓球連盟と WTT の関係について整理しておきたいです。片方は伝統的な連盟で、もう片方はビジネス組織、うまくやっているんでしょうか？そこには非常に複雑なパワーバランスがあります。ITTF は競技のルールやガバナンスを統治を司り、WTT はその工業と商業化を一手に引き受けています。いわば法律家とプロデューサーのような関係ですね。この二分化により意思決定のスピードは飛躍的に向上しました。喧嘩したりしないんですか？
実際、ランキングポイントの配分などをめぐって、伝統を重視する旧来の勢力とスピード感を求める WTT の間で激しい議論が交わされてきた歴史があります。しかし、レポートの分析によれば、両者は今持続可能性という共通の目標に向かって歩調を合わせようとしています。2025年からの強制出場ルールの緩和なんかもその表れでしょうか？そうですね。選手会からの強い要望もあり、商業的な成功だけでなく、アスリートの健康を無視できない段階に来たことを ITTF が認めた形です。卓球を100年先まで残すためには、ただ稼ぐだけじゃダメだということですね。はい。卓球という競技の権威、ITTF とプロスポーツとしての生命力、WTT。この2つの車輪が時に摩擦を起こしながらも、かつてないほどのスピードで卓球界を前進させています。2026年の世界選手権ロンドン大会に向けた準備プロセスを見ても、この伝統と革新の融合が今最も高いレベルで実現されようとしていることがわかります。世界選手権の話に戻りますが、2026年のロンドン大会団体戦に参加するための予選が実はすごく過酷だとか。はい、64チームという枠は一見広そうですが、その選出プロセスはまさにサバイバルです。レポートの第2章予選システムによると、まず52チームが5大陸選手権を通じて選ばれます。アジアやヨーロッパの各大会ですね。そうです。アジアならアジア選手権、ヨーロッパならヨーロッパ選手権。ここでの成績が世界選手権への直接の切符になります。そして残りの枠を2025年11月時点での世界ランキング上位の未通過チームが争うわけです。ランキングが低い国はそもそも参加することすら難しいんですね。はい。特にアフリカやオセアニアといったまだ競技基盤が発展途上の地域にとっては、この大陸枠が非常に貴重な国際舞台への命綱になっています。ITTF はこれをユニバーシャリティと呼び、卓球の世界的普及を促進しようとしています。この多層的な予選構造により、世界選手権は文字通り地球規模の大会としての質を担保しています。強豪国だけが戦うのではなく、世界中がロンドンに集まるようにしている。その通りです。開催国であるイングランドには自動的に1枠与えられますが、それ以外の63枠をめぐる争いはすでに各地の大陸選手権で火蓋を切っています。2026年発祥の地ロンドンに立つことは、すべての加盟国にとってこの100年間の歩みの証明でもあるんです。その舞台裏にある過酷な大陸予選のドラマにも注目してほしいですね。先ほど少し触れましたが、2026年から導入されるランキングの新しいポイント配分。これ具体的にどう選手に影響するんでしょうか。65% 減少と言われてもピンとこません。簡単に説明しましょう。これまでは準優勝のポイントは優勝者の約 70%、ベスト4はそのまた約 70% というように比較的緩やかに減っていました。しかし2026年からはこれが前のラウンドの約 65% にまでガクンと減らされます。つまり負けたらもらえるポイントが今までよりずっと少なくなるってことですか？そうです。早めに負けた時のペナルティが重くなるんです。これによって強い相手に1回勝ったからしばらく安泰という状況が許されなくなります。これはランキング上位陣の既得権益を切り崩すための劇薬とも言えるルールです。常に勝ち続けないとすぐにランキングが落ちちゃう。その通り。このルール改定の目的はランキングの流動性を高めることにあります。今のトップ10が固定化されるのを防ぎ、勢いのある若手やコンスタントにベスト4、ベスト8に残る安定感のある選手をより高く評価しようとしているんです。ファンとしては毎週のように順位が入れ替わるのはドキドキして楽しいかもしれませんが、選手はたまったもんじゃないですね。まさにサバイバルです。さらに大陸選手権などのポイント有効期限が最大26週間延長されるなどの対策もあり、マネジメントの重要性は増すばかりです。選手の真の実力を冷徹に数字に反映させようとする ITTF の執念のようなものを感じますね。2026年以降、ランキング表は毎週、まさに戦場と化すはずです。卓球といえば中国。WTT の大会も放っておいたらベスト8が全員中国選手なんてことになりませんか？そこが WTT のガバナンスにおける最大の悩みどころであり、工夫している点です。レポートには NER、ナショナルエントリーレストリクション、同一協会からの出場数制限というルールが詳しく解説されています。どんな制限なんですか？例えばスターコンテンダーでは一つの協会、国からシングルスに出場できるのは最大6名までといった上限が設けられています。いくら中国に世界トップ20位以内の選手が10人いたとしても全員は出られないんです。この制限がなければ国際的なエンターテインメントとしての魅力が損なわれる可能性があるからです。へえ、実力があっても出られない選手がいるんですね。そうです。このルールの目的は国際的な露出の平準化です。特定の国によるドローの独占を防ぎ、世界中のスポンサーやファンに多様な国籍の対決を見せる。これが商業的な成功には不可欠なんです。でも中国からすれば不公平がってなりませんか？
もちろんその不満は常にあります。でも WTT は卓球を真のグローバルスポーツにするという大義名分を掲げてこの制限を維持しています。この NER があるからこそ、日本やフランス、スウェーデンの選手たちが準決勝や決勝で中国選手と当たる機会が増え、私たちの応援にも熱が入るわけです。見えないところで国を越えたチャンスの分配が行われているんですね。混合団体ワールドカップの話に戻りますが、レポートに重複出場制限の恐ろしさについて書かれていました。これ、どういう意味ですか？ここが監督の腕の見せ所なんです。生徒大会などの混合団体では、混合ダブルスに出場した選手はその後のシングルスには出場できないというルールがあります。じゃあエースをダブルスで使っちゃうと一番大事なシングルスで使えないってことですか？その通り。例えば男子のエースを混合ダブルスに出して1勝を確実に取りに行くか、それともダブルスはスペシャリストに任せてエースは後半のシングルスで確実に3ゲームもぎ取るために温存するか。究極の選択ですね。さらにこの大会は必ず3ゲームを行うという特殊なルールがあるので、1対2で負けてもその1ゲームが後々のチーム合計得点に効いてきます。一人の超天才に頼るチームよりも穴のないバランス型のチームが勝ち進むように設計されているんです。これにより団体戦としての厚みがより重要になります。日本チームがこの大会で中国を苦しめることが多いのもそのあたりに理由があるんでしょうか？鋭いですね。日本は男女ともに世界トップレベルの選手が揃っており、どの組み合わせでも戦える多様性があります。一方の中国も圧倒的ですが、このパズルのようなルール設定によってわずかな隙が生まれる。レポートはこのゲーム数の累計による勝敗判定こそが将来のオリンピックでも番狂わせ、ジャイアントキリングを生む最大の要因になると分析しています。先ほどランキングが人質というお話がありましたが、具体的にどんな健康被害が懸念されているんでしょうか？レポートの構造的分析のセクションでは、過密な WTT スケジュールによるオーバーユースへの警告が鳴らされています。卓球は非常に繊細なスポーツで、わずかな感覚のズレが致命傷になります。毎週国を変えて試合をして、ボールも違う。気が狂いそうですね。実際、膝や手首の慢性的な怪我に悩まされるトップ選手は激増しています。さらに深刻なのはメンタルヘルスです。24時間世界中から自分のランキングを監視され、負ければ SNS で叩かれ、休めば罰金を課せられる。これでは精神が持ちません。このプレッシャーの状態化が若手選手の早期引退を招くリスクも懸念されています。2025年に義務的出場ルールが廃止されるのは、ようやくその声が届いたということですか？はい。WTT ボードのアナウンスによれば、選手のコンディションに応じて出場大会をスキップすることを正式に認める方向に舵を切りました。これは卓球界にとって大きな進歩です。選手が元気でいてこそ、私たちは最高のプレーを見られるわけですからね。おっしゃる通り、レポートは今後の国際大会の課題として、いかに選手の健康寿命を伸ばすガバナンスを構築できるかを挙げています。単に試合数を増やすのではなく、1試合の価値を高める、そして選手に十分なオフシーズンを与える。これが新時代のプロツアーに求められている真のプロフェッショナリズムなんです。WTT の賞金だけで食べていくのは難しいというお話の続きですが、それならなぜ選手たちはこの過酷なツアーを戦い続けるんでしょうか？そこには将来への投資という側面があります。世界ランキングが高ければ、引退後も指導者として、あるいは解説者として高い宮で迎えられます。また、現役時代に WTT の舞台で名前を売ることで、ドイツや日本の高額な年俸を提示するクラブと契約できる。つまり WTT は自分の価値を証明するためのショーケースなんですね。まさに。でも、そのショーケースに並ぶための参加費が高すぎるのが問題です。トップ10の選手はメーカーが全ての費用を持ってくれますが、30位、50位の選手は赤字を垂れ流しながら世界中を回っています。この経済的格差が若手の挑戦を阻む壁になっているのも事実です。格差がすごいんですね。はい。レポートでは、卓球のプロ化の光と影として、この中堅層の困窮を指摘しています。WTT が掲げる賞金増額の恩恵が、果たして本当に現場の末端まで届いているのか。2025年からのフィーダー大会の賞金 34% 増は、この格差を埋めるための一歩ですが、まだ不十分だという声も根強いです。私たちがチケットを買って会場で応援することも、間接的に選手を支えることにつながる。そう思うともっと会場に足を運びたくなりますね。さて、前編にわたって現代卓球の国際大会体系とその裏にあるガバナンスの光と影を見てきました。ケンジさん、改めてこれまでの議論を整理していただけますか？はい。現在の卓球界は ITTF による100年の伝統と権威と WTTT による商業的ダイナミズムが複雑に、しかし戦略的に融合した状態にあります。オリンピックを頂点とし、世界選手権、ワールドカップ、WTT ピラミッドが有機的につながり、選手たちは史上かつてない注目と賞金、
及び過酷なスケジュールの中に身を置いています。2028年のロサンゼルスオリンピックに向けてさらに変化は加速しそうですね。新たに導入される混合団体は各国の強化戦略を根底から変える地殻変動を起こしています。男女の力をいかに統合するか、そして AI やデータ解析を駆使して複雑な WTTT のポイントシステムをどう攻略するか。これからの卓球はラケットを振る技術と同じくらい、あるいはそれ以上に情報とマネジメントが勝敗を分ける時代になります。ファンとしてもただ試合の結果を見るだけでなく、その裏側にあるルールや選手の負担、及び組織の意図を知ることで、観戦の楽しみが何倍にも膨らむことが分かりました。その通りです。卓球は今、最も現代的で、最もエキサイティングなプロスポーツの一つとして、新たな世紀へと力強く歩みを進めています。この過酷なシステムを勝ち抜き、世界の頂点に立つ選手たちの凄みを、私たちはこれからも多角的に追いかけていく必要がありますね。ついに最後のパートとなりました。卓球がスポーツとしてさらなる高みを目指す中で、私たち愛好家やプレイヤーはどう向き合っていけばよいのでしょうか。今回の調査を通じて明らかになったのは、卓球という競技の進化の速さです。2026年のロンドン100周年大会、および2028年のロサンゼルス、私たちは歴史的な瞬間の連続を目撃することになります。選手たちが極限の状態で放つ一球、その一球の背景には、ランキングの計算、厳しい出場制限、および何よりも一人のアスリートとしての覚悟が詰まっています。道具の進化もあれば組織の進化もある。卓球は本当に深いですね。はい。レポートが最後に提言しているのは、持続可能な競技環境の確立です。興行としての成功だけでなく、選手の健康と経済的自立が守られる仕組み。これが整って初めて、卓球は世界一のスポーツになれる。その過程では、ガバナンスの透明性や倫理的な配慮がこれまで以上に問われることになるでしょう。私たちもその進化の過程を楽しみながら選手たちを全力で応援していきたいですね。その声援が過酷なツアーを戦う選手の何よりの支えになります。この音声解説が皆さんの卓球への情熱をさらに深めるきっかけになれば嬉しいです。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。皆さんの卓球ライフがこれからも輝かしいものになりますように。それではまた別のテーマでお会いしましょう。ありがとうございました。最高のコンディションで卓球を楽しんでください。さようなら。